どうもこっちです。今日は刺激について話したいと思います。原作ではダイナマイト丸飲みしても死なないような強いところがあったんですがこのゲームだとどんな感じなのかっていうのをね見ていきたいと思います。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ということで早速見ていきましょう。こうして並んでいると1万年前のことを思い出すな。やるぞ、あの時と同じようにな。修行の成果を見せてやれ。お前も行くんだよスカタン。まず CC の技について見ていきたいと思います。 L 三角と R2 が斜めに向かって血液を飛ばすという技になってます。これはねダウン追撃可能なので、これをねダメージ稼ぎに使っていくっていうのが CC の基本戦術の一つになります。あとこの L2 とL 四角はこの血管芯で敵を攻撃するということになってます。でこの L 四角と L2 はこの炎のモード状態で使うとガード不能になります。なのでこれは結構強いと思います。であとまあこうやってねダウン追撃をしていくみたいなのが基本戦術になるんですが、あと今さらっとやっちゃったんだけど L 丸がねこの吸血をしながら殴るという技になってます。この L 丸はこの炎のモード状態で使うとガード不能になります。で最後にこの L バツですね。この L バツを使うと今ねバーストを吐いたんですけど、この L バツを使うとバーストのゲージがかなり回復します。ただこの泣いてる途中に攻撃されたりすると中断されちゃうので正直使う機会はないです。よっぽど相手が離れてる時にまあ打つかなぐらいだけど、好きに合うメリットは少ないところがありますね。先ほどやっちゃったんですけど、この R1 っていうのは炎のモードになります。技の性能がかなり上がります。まあ具体的には技の威力が上がったりとか、あとガード不能になったりするので、基本的にはこの炎のモードを使いながら戦うというのが基本戦術になります。一応ね説明には高熱フィールドを発生させて範囲内の敵にダメージを与えるって書いてるんですけど、あんまこのダメージメーターでね使うことはしない方がいいと思います。あんまダメージが低すぎてさ食らってんのか分かんないからね。全体的に技がガード不能とかねダウン追撃っていうとすごく聞こえはいいんですけど、火力がねいまいちなかったりとか何とも言えない性能を全体的にしてるんですね。例えばこの L 三角と R2、これめちゃくちゃ当てんのむずいです。今みたいにその急に焦って打っても外れちゃいます。ここでも外れますめちゃくちゃねこの感覚をつかまないとダメっていうのと、感覚つかんでもね微妙なズレでその当たんなかったりするから、だから SGC のねダウン追撃はあんま強くないです。ダウン追撃できるっていうね聞こえだけはいいんだけどやっぱ弱いですね。であとこの R1 の L 丸、これは結構ね個人的にそのダメージ稼ぎやすい上に、あとこの沸騰血も入れやすいから結構強いと思うんですけど、いかんせんね全体的な技がその、バニラアイスとかと比べちゃうと向こうはね同じようにダウン追撃持ってて吸血もあってまあ正直ねそのやってることだけ見たらバニラアイスの方が圧倒的に強いんですよね。おまけにこの R1 の炎のモードでガード不能になるっていうのも、バニラはねクリームでガード不能が打てたりするから、やっぱ強いキャラとかと比べるとどうしても劣っちゃうっていうのが石の悲しさであります。どうしてもねそのエシレシだけの個性っていうのがあんまりないところがまあちょっと悲しい点ではありますね。例えば大統領だったら1ゲージ回復とかラブトレインで飛び道具を無効にできる時間があるよみたいなね、そういうところで差別化とかもできるんですけど、エシレシはやっぱねダウン追撃とかね吸血っていうのはバニラアイスがいたりとかするので、エシレシだけの強みっていうのがなかなかないのが難しいとこですね。まあそれをね差別化するためにはまあこのバーストでアンマリダーを使うっていう感じなのかもしんないけど、このアンマリダーはね本当にこんなに泣かせてくれることってないので、アンマリダー打ってる時にプッツンキャンセル打てないみたいなので DH 当ててくださいって言ってるようなもんなので、この時ねもう泣いてるから DH 当てろって言ってるようなもんだから、やっぱねただ SGC には強いところがあって、ダッシュがめっちゃ速い、すごい強い。これめっちゃ強いと思います。ダッシュでそのすぐに敵に行ってコンボをさっとやっていくみたいな、かなりそこは強いと思います。ただねこのホミナの速さはね強いんだけど、SGC はですね悲しいことにですね片ドンタックルがないんですよね。この片ドンができないんですよね。片ドンができたらさ、このホミダか片ドンでね2択の攻め方があるんだけど、片ドンがないからもう突っ込むしかねえってなっちゃうんだよね。
まとめると、ダウン追撃とか、あとこの炎のモードからのガード不能だったりとかで技性能だけ見たら結構強いものはあるんだけど、いかんせんね、もっと使いやすいキャラがいるっていうところが、悲しい点になって、デュアルコンボに片ドンがないっていうのがかなり辛いです。このデュアルコンボに片ドンがないキャラっていうのは大抵片ドンがあると多分強すぎるって判定されたようなキャラばかりです。例えばワムーとかポルナレフっていうのは片ドンがなくてもかなり強いです。技がねかなり強いので、そっからねガンガンダメージ削れるんだけど、ヒゲヒはねいかんせんその技の火力がめっちゃあるわけとかでもないんだけど、片ドンがねないので、その代わりのね多分ホミダの速さなんだろうけど、もうホミダからガンガン攻めてけみたいな。もちろんねこのホミダはかなり強いので、ヒゲヒを使いたい人はこのホーミングダッシュをうまく活かせるかどうか、あとこの炎のモード中のガード不能をいかに使えるかってところが大事かなと思います。自分もね最近 SDC 使ってみてすごくね楽しくはあるキャラだから、これはねジャッキャラ特有の問題なんだけど、盤面をねひっくり返したりとかその時間を作れるようなスキルがないから、格闘でねあくまで敵をいなさなきゃいけないっていうのがすごく難しくて、SDC はその中でも片ドンタックルもないので、やっぱホミダをちゃんと入れていくことっていうのが必要になってくるので、いかにそのホミダからね細かいコンボを作って味方を援護できるかってとこもねかなり大事になってくるかなと思います。あとヒデシは四角がね2段までしか入らないので、そこだけちょっと注意しなきゃいけないなと思います。角四角三角とかやると動けなくなっちゃうので、ホミダの速さを使ってねトリッキーに動く上手い人のヒデシっていうのはね見ててすごいねおーってなるし、かなりやっぱその使いがいはあるキャラだなと思います。ということで、今回はこれで終わります。ジャッキャラ解説ねこのまま続けるか分かりませんが、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。好評できたらまた続けたいと思います。ということで終わります。アリーベデルチ。すっとしたぜ。